こんにちは。おはようございます。19分43秒、50秒、20秒ぐらいのラップある。ちょっといっぱい引っ掛けながらライブ配信をしたいと思います。いやー、台風すごかったですね。まだこちらは多分ピークを過ぎてないと思うんですが、今どの辺かな、雲仙あたりなのかな。なんか宮崎とか結構鹿児島とか報道を見てると出てますけど、大丈夫ですか？本当なんか竜巻がすごかったとかなんかね SNS 出てますけど、大丈夫ですか皆さんね。ちょっとすみません、先ほど、コミュニティ欄に載せたやつと違う絵にしましたそれで準備してはった方、私も書いてあるでとか思ってた方もへーとか言うてはるかもしれませんけど、お許しください。理由は特にないんですけど、あれ多分過去に一回書いてるなと思ってですね、はい、もうこんな千何百枚も書いてきたらもうわけわからんようになってますんで配信をしたいと思います。ちょっと構造と影で決まるという謎のサムネにしてみたんですけど、その構造というのは、ちょっと坂道になっていたりとか、HM さんこんにちは。見れてんかな見てるね。35人も見てる。よかった結構ね、これ不安なもんなんですよ。よくこういろんな配信者の人が見えてますか、聞こえてますかとか言うでしょ。あれほんまにね、めっちゃ不安なんですよ。こちらなんかイヤホンつけてはる人も多分あれではあんまり意味ないんちゃうかな思うけど、あれどういうことなのかなと思って、もっとこっちやね。で構造を理解するということなんですけど、例えば建物とかがこう真上から見たらこう立ってるとかこう立ってるとかね、なってるとか複雑なんですよね。でもこういう例えばイタリアの街とかこちらの方が複雑やからこちらを選んだんですけど、で、あとは例えばこういうとこは坂道になってるとか、非常にこう複雑に入り組んどると。なんか来たぞ、大きいごめんなさい。もうね、幼稚園もね完全に休みで、もう本当にもうやっぱね一日何もできず、ほとんど動画を撮って動画の編集をしながら子供と遊ぶというあれでした。その上から見た建物がどういう風に立っていて、その位置から見た自分の人間の人の立っている目線、おじさんですね、だいたいこの辺かなとかっていうところに対しておのおのが透視図法的にどうなっているかとかっていうことと、あとはそれに影が光が当たって影が落ちていると。でそういったすみません、田舎ロマンさん、くまこさん、ライムちゃん、夏伊藤さんもこんばんは。杉本さん大丈夫ですかね。かなり熊本もかなり来てはるんじゃないですか。九州の人間は若干慣れてるとはいえ、かなり朝すごかったですよ。うちも大丈夫かと、朝4時ぐらいにもう来てゴーゴー言うてたから、もうと思ってちょっと心配になってちょろっと外見てみたりしたんですけど、なんか大丈夫そうで、今はなんか正直言うとめっちゃ静かなんですよ。ただ結構近くにおるっぽいんですよね。雲仙あたりとかなんかね、雲仙普賢岳って聞いたことある人もいると思うんですけど、その建物の構造とか、人物やったら人の骨格とかね、筋肉とか、これ動画に直すのってどうやったらいいんかな。パースってね、結局建築士とかの人が一番正しいから絵描きは、僕なんかはちょっと大体でやってるとこあるから、もうなんか動画に直すのが自分の目でなんか測ってやっとるとこあるから、もうなんか一つ元気もりもりおくんが。でこの後ろに立っている建物は上から見たらどんな状況、大体真正面向いてるかなっていうぐらいの感じかなとか、ちょっとこっち向いてるかなとか、でそういうのをちゃんとやっぱり認識しながらやらないと形とかダーンと狂ってきたりとかするので、透視図法とかも特にそうですけど、そういうのを意識したり、人体やったら骨とか、ですね、筋肉、骨、動き、
そういったものを理解 しながら頭にこう要はただなんとなくこう映していくというんじゃなくてちゃんとそこを頭に入れそして構造の中で例えば光影とか光の太陽の位置がどこから来ているかなとかこと入ってるよね。3時前に目覚めてしまい眠れませんでしたと。コジェルさんもメールありがとうございました。そうね、先ほどちょうど今見て久保さんありがとうございました。宮崎なのに大丈夫なんかな思って宮崎とか結構すごそうなね感じですけど、はい、なんとか大丈夫でした。妻が大事にしていた花がボキッと折れていて朝からすごいへこんでましたが、はい、ただまだ来ると思うんですよ明日も学校とか休みなんですよね。だからねもうなんか明日は若干マシになってるかどうなんかなんだかんだいろんな地域で災害やらなんやらあるけどやっぱ九州はその完全にね台風ですもんね。台風とかの被害がねどっちかっていうと風水害の、水害が多いかなと思いますよね。写真これ同じサイズですね。マスキングテープを貼ったら 18mm の貼って F4 号ですね。杉若さん光と影でかっこよく決めたいですと。広告を挿入してみませんか。黒井さんも久しぶりです。湘南じじいさんもこんにちはね。チャッコさんかなカコさんなのかな CAKO さんもこんばんは。ちゃんまこさんもこんばんはね。春花水木さん雨、考えてもしょうがないライブありがたいです。そうですか。あらららら今吹き返しの風が強いですと。うちもそうそう、今もねもう夜やからなんかできることもないでしょうしあとは不安な夜を過ごしてはる人もおるかもしらんからねこうちょっとこういうのもねたまにはおじちゃんもねこうね配信をしながら。しかしなんかおしゃべり動画が伸びましたね3万回両方行って1週間ぐらいで両方3万回行ってなんかおしゃべり動画って何かこう聞きたいこと皆さんないですか。結構ネタを考えるの難しくてお題さえ与えてもろたらなんとかすみませんちょっと事務連絡だけ今週の土曜日ですね、今日は鬼高評価ございません。で今週の土曜日に、勝手に公募展ございますのでよかったらですねもうペンネームとかでお名前出すの嫌やとかなんかいろいろね組織の中で怒られるとかやったら匿名とかにされたらいいと思いますんでね。もうちょっと車こっちやな匿名でペンネームつけてね浅野翔吾くんは男前でもね浅野翔吾くんは19歳とかでもいいと思いますよ。そう建物がどうなっていてとかっていうね構成をしっかり考えていや台風な朝幼稚園行かすか迷ってたんですけどもうやめたんですけどね10時にもう朝の10時にダメですっていうメールも来たんで行かさんでよかったなと思いながらちょっとこの壁が短いねなんでねだいぶ揃ってきましたね。ちょっと一番初めのとこが大事やからちょっと揃ってきてからねやる方がいいかな。馬場咲さんも大丈夫ですか。これから人物あるある面白かった。ありがとうございます。あとこさんもうねあんな感じでしょ大体。あとはほうれい線描きすぎ病というかね描きすぎ病とは言わんけど克明に描きすぎてる病ぐらいでそれはなんか撮り終わった後にしもたといつも言うてるやつ載せんの忘れた思ったんですけどこれ車が赤いベンツですかねこれはね。議員さんどこでしたっけ。岩手でしたっけ秋田でしたっけね赤いベンツの国会議員さんいましたよね。面白かったですよね。人なんかすごいですよね。弁護士なんでしょね。昨日なんかこうヘアスタイルがこう独特な今日かなんかね北海道の方も辞められてましたね。独特のあの方オリンピックのあれでしたよね確かね。ここ違うねだいぶこれだいぶこうやって当てがうとだいぶちゃうね。この辺なんやな結構だからこう当てがったりしてもねいいのでね。うるさだいぶ違うねこうね。
ここはそんなに大きな狂いはないか。まあ多少ね、もう味です、味ね。まあ、勝手に公募店でもなんか質問あったらしてくださいね。もう、書くのしんどいので。じじいは。書くのしんどいので。よいしょ。今日は、ファブリアノやったかな。ファブリアノを使ってます。こちら使っております。鼻の穴黒豆病ね。鼻の穴黒豆でいいね。確かにね。なんやろ、ごまやないよなと。黒豆ね。なんかこう、なんだっけ、ろくでなしの人を思い出したんですけど、あれピーナッツやな思って。何だっけな、梅垣さんやったっけね。梅垣さんやないなと思いながら。いいですね、黒豆病。あれようおるんですよね。鼻の形って確かにね、こうなってこうなってこうなってこうってねこんなとこ書いてもしゃあないですけど。てれれって楽でなしビャンビャン楽で、余分な線は練り消しとかで少しこう柔らかくして消してあげてください。ムービングクロッキー面白かったですか？視聴回数があんな伸びんと思わんかった。僕の中ではなかなかなあれやったんやけど僕は結構好きやったからよしよしと思ったんやけど、全然伸びひんでショック受けましたけどね。まあそういうもんなんですよ。 YouTube ね、やられてみたらわかるんですけどね、予想してないものが伸びるんですよね、意外とね。こんなんとかね。だからあんまりこう一喜一憂せんようになりましたよね。初めの頃めちゃくちゃ一喜一憂してたんですけどね、こんなタイミングとかもあるんですけどね。動画のあれに乗っかるかどうかっていうね、あるんですけど、一喜一憂1ミリもしなくなりましたね。1000本も上げるよね。あとはこれ YouTube やられる方も好きやないと無理ですよ本当におもろいことしようとかね、YouTuber になりたいっていう人もいるかもしれないですけどね、ほんま好きやないとおもろいわと自分で思えること、これ人も見ておもろいと思ってもらえまっかみたいに思わんと結構如実に結果が現れる世界なんで、なんかね、半年後1年後とかもう長いスパンで考えんと何の話とね私も好きです。兵庫は土曜日に上陸。うわー、そうかそうか。頭のり病あれ結構多いんですよね。頭のり病はね結構多いんですよね。黒いなんか本当に球体って言ってなかなかあれ説明難しくて、毛糸っていうのやったら頭で皆さん想像できるかな思いながら、毛糸みたいな感じっていう感じでふかふかふわふわっとこうなっているみたいな。ゆきゆきさんとか大丈夫？すごい偉いあれちゃうの。ドリドリママさんもこんばんは、ね、渡辺ひろ子さんもこんばんは。いい絵とうまい絵の回考えさせられました。今ちょっとさっきもどうせ明日も一日動画の編集やと思ったんで撮った動画は私がなんか成長したなと思った瞬間ってあるんです。うわ、何これ固まってる。アクリルなんか使ってるの。成長したなと思った瞬間があるんですよ。でまあ動画の中でもちょいちょいそういうの話してきた記憶はあるんですけど、ちょっと思いっきりこうしっかりとこう、まとめてというか、なんかこう念じを折って、ちょっと作って、今日初心者向け言ってましたね。ちょっと作ってみましたんで、まあいつ公開になるかな、ちょっと今 いろいろ忙しいので再来週ぐらいかな。今バーントシェンナとウルトラマリンブルーで、影の色を作りました。まあ空から描いてもよかったか今かえと思う。よいしょ。で思ってるよりね水多いと思いますよ。僕結構もう寝てるんかもしらんな。やばいな。弟が昼寝せんかったから、いつもね8時半ぐらいからだいたい配信8時半に終わらそうと思ってたんですけど、弟寝とるかもしらんな。お兄ちゃんが上に来とるな。ぐっとこう強くするとことか、
人物画はね、あの辺をちょっと意識して、やっぱどうしてもね、本物ってなかなか見て描けへんから、それはしゃあないなとは思うんですけども、ね、普通にこう日常からそういうこうアンテナを張って見てあげたりとかするとちゃんと見えてくるはずなんですけどね、なんかそういうのは思うんですけど、どうしてもなんかこうあそこのこんな感じになりますねみたいなのがね、ウルトラマリンとまたバーンとシェンナイエローカみたいな色もちょっとこの辺は入れました。壁面のね色ね。ちょっと紙が波打ってますな。ある紙を使っていってるというね、いただいたりとかよくするので、そういうことで今日はなんか左からちゃんと書けたね。いつも右から書いて後で困ってるということよくあるんですけど、毛糸の玉の模様でしたね。手袋病もためになりました。あれね日刊スポーツかなんかの記事かなんかで、記事っていうかね、新聞のちゃんと出典っていうかあれを書いておいたんですけど、サンスパやったかな覚えてないけど、グローブ手袋病何がいいかな思ってね。なんかいますもんね、あれもね。手どないなってんのこれって。その写実的に書かんかったら別にそんなにこうあれかもしれないですけど、ちょっとこの中に入ってきたな思ったらちょっと拭き取ってあげて、あれは結構ね多いですね。よいしょ。寝んの早ないか。でもこういうところ扉とかあってもまず影を一気に描いてしまうと。サインはイニシャルでもいいですよ、全然。多分イニシャルでもいいと思いますし、そういったなんかこう可愛いなんかアレンジされたらどうですか。可愛い自分のデザインしたキャラクターとかイニシャルって結構多いんですよね。なんとかなんとかさんみたいなやつでしょ。MH さん、MM さん M2 とかにして、それをこうなんか可愛らしいあれとかにされたらどうですか。なんかキャラクターみたいな、僕やったら多分そんなんするかな。キャラクターみたいな、よう見たら MM って書いてあるみたいな感じ。うっさな、なんでしょう。ごめんなさいね、関西人なんでね。うっさな。相手うるさかったら突っ込まなあかんからね。うっさな。ちびたちうるさな。賑やかでいいと言いますけどね、静かな日も必要ですよ。よいしょ。もう影をずっとつなげていきながら、おっとこの辺攻め込んできていますね。おっちょっとティッシュで拭き取れたら結構こうしっかり拭き取れますけどね。被害少ないことを祈りたいですね。あとはなんかこうね、線状降水帯がいろんなところで今回発生しているみたいな。竜巻とか久保さん見てやらないかね。恐ろしいですね。東京の方は普通に会社とかあったんでしょ。分からんけど、ペン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 ってうちの地域は警報が鳴ってましたよ。お、警報やと思って、うちの子供はそれで電話に出てました。ママの電話で電話やでみたいな感じで出てました。この間もなんかね、地震があって公園で遊んでたんですけど、で影でね構造を理解して影つないでいっております。今日ゆっくりやってますよ、相当ね。ヘアブラシの斉藤さん、こんにちは。キャンバスの側面は塗りますか。どっちでもいいっすよ。なんか気になる人は塗りはるしね、気にならん人は
ね塗らないし、僕はなんかテープ貼ってたりしますね。なんかもう村上隆さんのなんか今回行けてないですけど、僕は過去にどこや六本木ヒルズとかで行きましたけど、やっぱすごいですよね。横まできれい塗ってあってね。いやーすごいね。まあそこまで行くとあんだけ160人のね今その工房で、いやーでけえわあんなすごいなと思って見てます。芸術家企業論と、あと何やったっけ、もう一つね、昔本書いてやったけど、僕両方とも読みましたよ。僕は結構好きで、考え方とかもう頭良すぎますよね。あんなもう現代美術のねことに造形深い、やばいいくつ10個ぐらい上かな。よし、そしてこれ一面中とねこう影にしていくということで、この段階である程度の濃淡みたいなのをつけといて、もう影である程度こう決まるんですっていうねことですね。よいしょ。ビューパシャッ。でウルトラマリンとバーントシェーナでこう中心に影描いてってますけど、ちょっとこう例えばこういう壁面の中の影はもうちょっとこう、黄色みがかってる方がええかなとかですね、ちょっとこうその辺は少しずつこう変化とかもつけたりとかしながら、そう水の量が皆さん少ないのあるかもしらんね。だからこうグラデーションとか逆につけるの難しくなっているのかもしれないですよね。その量をやっぱりこうある程度こう多くしてあげることによって、そういうこうグラデーション一つとかにしても、なんか塗りムラとかに一つにしても失敗っていうのは減りますよね。よいしょ。で例えばこう下の方にこう行くと少し濃くなっているなとか、ちょっと青みがからせてあげる部分があったりとか、建物とかも、建物のこう扉とかも一回軽くこう描くことによってわざとぼかしといてあげるとかっていうのもありなんですよね。後でこうカチッとやろうと思うんじゃなくて、なんとなくバワッとしてるボワ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 っていうしてるようなところを作ったったりとか。この辺りがファーストウォッシュと呼ばれるような、1層目というふうに、これ以上逆にやってしまうと汚くなってきそうやな思ったら、この辺りで一旦こう止めて、ですね、乾かしてあげる。もうちょっと濃いところとかいっとこうか、まだ乾いてないうちにね。確かこの間もこれファブリアーノうちのチビを描いた時使ったと思うんやけど、拭き取りにくかったですよね、確かねそういうのも やってたらすぐ忘れていくんで、台風皆さん注意してくださいね。ほんとね、自分の自宅のあれとか田んぼとか見に行かないしてくださいね。もう人間がね心配やから見に来たなる気持ちも分かるんですけど、人間ができることなんかたかが知れてますんでね、自分とこのおじいちゃんが行こうとしてたりしたら止めたってくださいね。やめて聞いてじいちゃんって言って止めたってくださいね。そういうこう農家さんとかのね被害とかも少ないことを祈りますよね。めちゃくちゃ静か
恐ろしい。子供らも静か。2階にも来てるっぽい。こういうふうにもうすごいこう写真を思いっきりコントラストをつけたような感じだったらこんなふうになると思うんですね。でそういう状況というのを一番初めにちょっと作ってあげて、一番分かります？コントラストって分かります？もう白黒みたいな感じに直したような状態。よし、これ一回ドライヤーで乾かします。
あ、すみません。ごめんなさい。音入ってなかったですね。どっから入ってないですか？サインの話？ごめんなさい、ごめんなさい。これ、もう一回すみません。あの辺ね。押したつもりだったけど。まあ、MM という松本めぐみさんね。これやったら面白ないでしょっていうことで、で、ごめんなさい、入りました。で、なんかこんなんにしてみたり、こんなんにして、あ、なんかタンクトップがヨレヨレやな、みたいな感じやな、とかね。ごめんなさい。ありがとうございました。音入ってなかったそうで、ごめんなさい。押したつもりだったけど。うん、気づきはった、気づきはった。ママが教えてくれました。あ、何の話を。すんません。ゆきゆきさん、筆に絵の具をつけるとき、筆全体に均等につけます。私は塗っていくうちにどんどん色が薄くなっていくのが悩みです。よく考えてみると、私は水で濡らした筆の穂先から半分ぐらいしか絵の具をつけていないなと気づいて。僕もね、筆穂先ぐらいしかつけてないですよ。ただかなり濃いと思う。まあ、これどっちかというと筆全体に水を含ませて先端に濃いのをブリッとこうつけてギョンとやってる感じかもしれないですよ。僕も結構そんなあれやと思いますよ。でも水は全体についてるんですよ。水は全体カドミウムレッド。そうか、何の話されてますかっていうのは、僕はあれ、静かやったか、川又さんすみません、ありがとうございました。押したつもりだったんですけどね。ありがとうございます。気づきはったというね。一人でなんか、喋っているか喋ってへんかわからんような状態になってましたけど。イタリアにね、今度行くかもしれないからね。行けそうな気配なんで、嬉しい、超楽しみです。皆さん体調だけね本当に無理なさらずにね一緒に行かれる方ねちょうどええ人数な感じが今のとこするからな楽しみです。タリアボンジョルノ楽しみですね。まあ、4日間5日間連続で書くっていうこと自体も結構タフなことなんでまあ、皆さんねこれから、2日間でもしんどいと思います。一日中絵を描くという経験ってまあ家とかで椅子に座ってはできはりますけどやっぱしんどいですよ。まあおじさんぐらいになると余裕のよっちゃん釈社員の欄なんですけど釈社員の欄って何やったっけ？北海道かなんかであったあれでしたっけ？余裕釈社員ってなんか言いませんでした？何やったっけ？釈社員の欄ってありましたよね。あれですかねなんか中学かなんかの時覚えた記憶が余裕釈社員余裕なんですけどもう本当にこう、初めての人やったり何やったりっていうのは軽めになんかねちょっと1日2時間ずつ絵描いてみるとか屋外でねちょっとだけこうやっておかれてもいいかなって休むホテル帰って休んだりできますからねもう本当に無理だけせんように一緒に行かれる方ちょっと白入れましたしてくださいね。ずっと私の見ておいてもいいしもう書くのは何枚かぐらいにして、私の知ってる人一緒に行ったりしますけど、ずっと酒飲んである人もいますしねそんなん自由ですのでね。ごめんなさいね聞こえました？絵の具が足らんかもしれない。あとはなんかこう絵の具自体がやっぱりこう、顔料の濃度みたいなのがこう低かったりすると、あれかもしれませんけどね。熊本の方はあれですか？休館ですか？明日もなんですよね。明日なんかね、ある程度行けそうな気がするけどな、幼稚園もいやー、一日おるとね、本当にもうこの土台できたらあとはもう皆さんもね楽勝でしょ。ピッ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 とこう書いていって構造を理解してあれするということで、いや
痛い。弟が何回も頭打ちましたね。よいしょ。ドライヤーの後にね、何回かこれの店やってますもんね。自分の中では押したつもりでいたんですけどね。よいしょ。まあまあまあ、おじさん一人でやってんので、堪忍してくださいや。よいしょ。まあね、手は進んでいくのでね、絵は進むということでお許しいただければと思います。いや、ほんとこれから台風が来る地域の方とかも気をつけてくださいね。もう結構被害に遭われた方とかも見てはるかもしれませんけど、どんな感じやったかな。なんか宮崎が結構なんか僕の見てる報道では、鹿児島とかも結構あれなんですか、大変なんですかね。今本当にこう長崎のあたりでしょ、なんかね、OBS のマイクのフィルター機能でノイズ状況でドライヤーの騒音消した方がうーんうーんまあね、ちょっと考えますが、多分完全に消えるのかな、消えるんですかね、ノイズ状況で完全に消えますかね。結構なんかまあ大した話してないからいいかなと思いながらですね。台風ね、今どこやろうね。どこやろうね。すごいですよね、今台風のあれもね、これから風がこう来ますとかね、あれ見てるとね、雨暗くなってきました。ノイズ除去な、設定も変えるの嫌なんですよね。設定変えたら大概なんか問題になるから、設定変えるのめんどくさいね。よいしょ。黄色いね、壁。東京の方は曇りですか。横浜のね、国立競技場初めて行きましたよ。と思ってね。あれ面白いですね。椅子がこうなんかあれなっててね、いろいろなってて初めて行きました、国立競技場。いやー、やっぱ4万7千人打てましたかね、入ったの。少しは力になれたのか否か分かりませんが、非常に楽しかったです。その後ちょっと友人の、と飲んだんですけど、それもちょっと動画にしまして、多分明日公開です。ただ友人と飲んでいるだけですけど、案外面白かったので、よかったらですね、皆さん明日公開の動画でど素人が絵の質問をするっていうので、案外面白かったです。ちょっとやっぱそれも音声が聞き取り、飲み屋さんなんでですね、ちょっと憎い部分あるかもしれませんけども、よいしょ。新幹線名古屋東京、明日も止まっちゃいましたね。なんかね、のりおっちゃんさんもこんばんは。今夜未明に福岡あたりね、今夜未明に、だからもうだいぶうち近い、めっちゃ静かなんですよ。風もない、台風の目なわけないので、ちょっとずれてるのでね、めちゃくちゃ静かなんですよ今。恐ろしいぐらい静かですよこちら。この位置だいぶずれてたんで、か。
なんか質問出してください。よいしょ。あとは勝手に公募展に関してはおそらく来週の、木金土あたりを公開を目指してますが、ちょっとどうなるか分かりませんけど、また随時ですね、木金土あたりに公開ができるように、ただ子供らがいていろいろできるかどうかがちょっとあれなんですが、月曜日録画して土曜日録画してガーッとこれだいぶ濃いですよね。ほんと先端の方だけしかつけてないですよ。そうなんですか。めんどくさいすいません。結構振り回されてるんで、もともとパソコン時代が好きじゃないので、どちらかというと台がつくこと嫌いなので、よいしょ。皆さんとこう交流するのは楽しいんですけどね、その設定に何時間もかかるんで何時間もかかって、よいしょ。ちょっと余分な線消します。こういうのをちょっと皆さんが寛容に許していただけるとおじちゃんは助かります。こう影の上からあまりこうゴシゴシこするような感じじゃなくて、色を壁の色を塗っていって、今黄土色みたいなね色を塗ってって、隙間とかを塗っていくと塗り残ったところがこの白い石のところに見えてくると。で例えばここも、全面を例えば明るめのこういう色を少しこう塗っていったりとかすると、よいしょ、ビュービュー。こう中入ってきたのももうこの味やと思ってね。味。よいしょ。もうちょっと青い方がいいですね。よいしょ。よいしょ。ちょっとね固有の色の中の影の色みたいなのが少しこう見えてきたんじゃないかなと思います。こうちょっとグレートーンですね。少し、あえてこう白とかを入れたトーンみたいなものも入れていってみても面白いかもしれませんよね。よいしょ。今日も野球が中止やったからこれやってるんですよ。はい。先生質問です。水彩画で描き込みすぎてしまうんですが、
止め時がいまいち分かっていません。先生が描き終える基準を教えていただければと思います。書きすぎてしまったらいいんじゃないですか。書きすぎてしまったらそれ書きすぎてダメなことって何なんですかね。例えば紙がもうボロボロになってしまうとか。僕はなんかやっぱ色汚くなってきたなと自分で判断したらもうやめますよ。やっぱ色が綺麗やなっていううちにとどめたいんで。ただその書き方によっては色がある程度こう綺麗な状態を保ちながら、書けるので、書き方によってはねなんぼでも書こう思ったら書けるんで、だからそのなんかこうなぜ書きすぎてしまうその原因ダメな理由、それがなんか例えば紙がボロボロになってしまうとか色が汚くなってしまうとか、その原因っていうかそのなってしまうあれがどういうことなのかっていうのが結構まず大事なのかなと思いますよ。なかなかね、よく、書きすぎって言われる人はね、その先生なりなんなりにどういうことで書きすぎって言われてるのかっていうのを知らんとね、もう書きまくってもうてもええと思うんですけどね、僕は。でもなんか色が汚くなってきたなとかっていう自覚があんまなかったりするとやっぱあかんと思うし、紙がボコボコになって汚くなってきたなと思ったらあかんと思うし、僕は多分動画に関しては、その動画とか水彩に関してはやっぱりプランっていうイメージが結構強いので、こんな油絵描こうかな、もう描くものも描かんものもいろいろあるんですけど、なんかこうプランニングなんでそんなにこう書き込みとかはそんなに特に重視はしてないんですけど、こうなんか書きながらこうどんな風にこう書いていこうかなっていうなんかプロセスみたいなのを頭でこう整理しているというようなことが結構あるんでね。20年以上前に買った油絵アートという色で見返していたら、そうもう20年以上前からやってるんですよ。杉岡さん。すごいでしょ。あれバイオリン描いてるやつじゃないですか。確か色ってやつ。あれ確かそうでしょ。違うかな。あれがなんか3冊目ぐらいの本やったような気がしますけどね。ちょっとドライヤーで乾かします。ミュージックを楽しんでください。マイク入っとんな。入りました。質問です。勝手に公募展への質問です。描いた絵の構図がいまいちだったとき、トリミングして送るのはどう思われますか？例えば上が空きすぎているとから切るとか、少しズームにして絵を画面を大きく見せるとか、リアル公募展は無理だけど画像の公募はどうなんでしょうか？画像データを送る公募展に関しては、その後その作品送ってくださいというふうになる場合はやめた方がいいです。ただどこかの関西人のおっさんが適当に勝手にやっているやつでやったら現物を送ってもらわなくていいので、あれに関してはええんちゃうかなと。おっさんだからその説明文とかに書かない方がいいと思いますよ。
これ構図悪かったのでちょっと切りましたとか、もう騙し切った方が多分、もうすでにね、さとこさんやっていうことで、そんな、あれですけど、もちろんね、こんな今話してることなんか2日後、3日後僕忘れてるので大丈夫ですよ。ご安心ください。いや、僕はそれは私がやってるというか、私の知り合いの王くんが勝手にやってるやつやったら、全然ええかなと思いますよ。何言ってたか皆さん分かりました？大丈夫ですか？勝手に公募展っていうおじさんが勝手にやってるというもう10回目というね、いろんなものを長いこと続けていくとなんかね、歴史になっていくんやな思いますわね。なんか面白いですよね。この絵なんかほんまね、なんか書き込んでもええ土台できてるなと思いながら、めちゃくちゃ書き込んでもええかなと思ったりとかしてるんですよ。その際にその際にね、書き込みみたいなええと思いますよ。全然いいんじゃないですか。ね。まあ、おっさんが勝手にやってるだけから勝手にやってるだけから、おじさんもね、おじさんを騙し切ったらええと思うし。でもそれにちゃんと気づけて、なんかこうね、もうちょっとやっぱこっちが良かったって気づけることが大事やからね、それはすごいいいことですよね。もちろん初めからそれができたらええと思うんですけど、やっぱ初めの頃はどうしてもね、確率みたいなもので、やっぱりこうね、なかなかこううまくいかないこととかも多いと思いますので、それで、ね、しゃあないと思いますのでね。よいしょ。まあこれなんかちょっと書き込みをね、ちょっとある程度やっていこうかな思って今。でももう子供たち寝てしまった。よいしょ。まあちょっとこうね、場所とかも少しずれてたりとかするんですけど、まあお許しください。書き込みに関してはね、僕はなんかもう結構まあどこまででもやるときはやりますし、ざくっとこれは書こうかな思ったらざくっと終わるし、なんかね、結構皆さんも悩みどころですよね。でもこういう細い線とかやったらそんなに下の絵の具とかをあれ線から細く細かく描いていったらある程度いけんちゃうかなと思うんですけどね。言うてること分かります？下のやっぱ絵の具とか塗った一層目とかがなんかね、取れてしもたりとかしてなんか汚くなっていくとかっていうことあったりするじゃないですか。激落ちか。激落ちって落ちるかな。よいしょ。よいしょ。ここ汚なったね。もう取れた。こういうのね、やりすぎるとね、汚なりますもんね。汚なりますもんね。ぴょん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 。よいしょ。出遅れた。台風は大丈夫ですか？もう基本的には大丈夫なんですけどね、うちはね。ただもう大変でね。チビたちがずっと言おるから、もうずっとうるさいから大変でね。まあそこですよ、問題は。もう我が家の問題は。いやー、ストレスたまれるな思ってね。そこですよ。ちょっと拡大して、最後はお見せしようと思います。今日 G の試合なかったからね、イケメンよね、本当浅野くんね。香川県のね出身でもうシュッとしてるんですよね。ホームラン打ちはったんですよ。めちゃくちゃ19歳ですよ。どう見てもね、なんか僕らがなんかためっちゅったらために見えてくるんですよね、彼ね。イケメンでしょ。なんとなく想像つきますよね。本当イケメンなんですよね。シュッとしてる。
まあなんかこう書き込みすぎていつもなんか赤になるって人は途中段階で写真撮っといたらいいんじゃないですかね。なんかこう途中段階でこう何度かいつもこう写真撮ってみるみたいな感じで、そうするとなんかこう途中のが色は綺麗やったなとか、でも形に関してはこっちの方が良かったなとか、なんか気づけると思うんですよ。どうした？なんかめちゃないとどないした？なんかそういうの辺はこうやりすぎたな思ったらとか、逆にこの時の色が良かったなとかっていうこととかね。どうした？ブブブブ言うとんな。よいしょ。こうやってこうね、まあ、細かく描いていって、下の絵の具もね全部覆い尽くさずにやっていけばですね。どうした？えらい早いね。8時17。笹葉さんこんばんは。台風、神宮中止で残念ですと。浅野くん大活躍。こんばんは。レイヤーがあったらいいですね。そうね。さっきの絵に戻したい。ね。超えてます。恐竜ちゃんね。なんか泣いとるね。なんで泣いとるんやね。どうしたらね。お兄ちゃんと喧嘩してる雰囲気はないから。最近ね、弟の方がね、虫好きがひどいんですよ。お兄ちゃんはもうなんか若干冷めとるというか、弟の方がすごいんですよ。という感じで、描いてまいりました。よいしょ。皆さんも飲んでますか？かわいいね。これ美味しいですよ。生搾りグレープフルーツ、本搾り。このピンクグレープフルーツが美味しいですよ。めちゃくちゃ美味しいですよ。何エビユミさん、努力なんかしていない、すべてを楽しんでいますと一流の方が言うのを耳にするのですが、ホリエモンや明石家さんまさんは努力していると思うなら今すぐやめた方がいいと。今すぐやめた。それ楽しん、僕も楽しんでるからな。でも頑張ってますアピールされてもっていうのは、これよく日常でも日常っていうか学校の先生してた時よう思ってたんですよ。頑張ってるアピールよりまず掃除してよとかね、頑張ってるアピールされてもなとかってよう思っていて、それよりなんかこうね、当たり前のこと当たり前にできている子にチャンスあげてたんで、僕はなんかね、私頑張ってんのにとか、そういうふうに思った時点でこの子続かんなと思うんで、なんかこうやめた方がええ、やめた方がええと思ってたかな。でもこの皆さんの中でこうあれがあれホリエモンにしてもさんまさんにしてももうプロ中のプロやし、そこを目指していくんやったらどう楽しんでいけるかとか、自分のこう得意なジャンルをどこやとかって見定めていくということは必要になっていくと思うし、なんかちょっとっていうか強く同意できるかもしれんな。僕何度かやめた方がいいよって言ってたんですよ実際。私向いてないかもとか、就職しようか迷ってますとかいう子が相談来たら 100% 就職活動しって言ってました。今頑張りとか言うたこと一回もないと思います。そういう思いとかやったらばもう多少はこう
もしプロとしてやっていきたいと思うんやったらなんていうの、もうまさにそのさんまさんとか言うてて好きやったらというのと、あとなんか就職した方が新卒の方がねあれできやすいからっていうので、それはいつも思ってました。はい、はっきり言ってました僕は。いや就活した方がええよっつって、新卒のあれでいた方がええよって100%言ってました。それでも書きたい子とかやりたい子は会社入ってもやるし、仕事辞めるし、辞めるまでは僕責任取れへんし知ったことじゃないんですけど、いやなんかちょっと分かります。すごい素敵な言葉を聞きました。努力、努力。でもただ、努力と思って努力をする瞬間はどう言うたらいいかな、あると思うんですよ。なんちゅうの、ビジネス、ね、ホリエモンさんみたいなビジネスとか笑いとかもなんかどう言ったらいいかな、基本でもどう言ったらいいかな、なんかこうとにかくこれを技術力を向上するためにはこの目的のためにはこの努力が必要やっていう部分はこの業界あると思うんですよ。でそれが例えば、お笑いやったらいろんな人とコミュニケーションを取るっていうこととか、ホリエモンさんのあれやったら何やろうなでもねちょっと同意できるな。だからそういう瞬間は若い頃は、今めっちゃこういうのスキルを身につけるために今めっちゃ努力しようとか、それが身についてきたらそれはそれで嬉しくて、でそれをなんか努力という言葉が苦とか苦行とかそんな風に捉えてしまうとやっぱ長続きせんのかな。いい質問やね、めっちゃ考えさせられるわめっちゃええ質問やね、ありがとう、楽しかった。深い話ですね。色濁って汚くなり後悔することしばしば。ほんま多分ここなんか1層で終わってるもんね。ここ2層で終わってるもんね。で3層目書いてるのはもう例えばこういう瞑想筆みたいなのでごちょごちょごちょとこう書くとか、なんかそれぐらいにしはったりとかするとかね、もうなんかそこの割り切りみたいななんかは僕は多分あると思う。ええ質問やないや本当に、いや親御さんのためにそれ言うてた。もう大学行って別にその芸術家なってほしいと思うんやったら芸大行くと思うんよ。僕教えてたとこなんか芸大とかちゃうから、教育学部みたいなとこやったから、そうやったらもう就活した方がええねって、早い方がええねってしょっちゅう言ってた言ってた。もうほとんどがそうなったからやめた。はい。何人かね、10人中 2,3 人プロ目指すことがいたんですけど、最後もなんかほぼあんまおらんかったからやめた。よいしょ。この異変の位置もね、どの辺がいいかなっていうね。いや素敵な質問やったな。なんか努力をマイナスな方に考えるか、なんかこう本当にしんどいことやと思って捉える言葉として使うのか、なんかこう自分のこうスキルアップのためにこう考えるのかによってこう扱いが違ってくるんじゃないかなと思うんですよね。なんか自分のスキルアップのためになんかね、この資格取ったらこういう仕事とか広がるから今はこれのために努力しようとかっていうこととのなんか違い、それやったらええやないですか。やっぱね、自分のスキルアップとかこうもっともっとこういう仕事の幅が増えるからこういう資格取ろうとかっていうようなことのための努力というやったら全然ありやけど、なんかこうそこが漠然とした努力という言葉で片付けてるような人に関してはやめた方がいいと思うね頑張ってますアピールかまってちゃんいっちゃんね、僕は苦手というか僕がそういうのを構えないので優しさがゼロな人なので、よいしょよいしょという感じでナイスな質問ありがとうございました。お前が続けるとは思わなかったと大学の先生に言われてます逆になんかね、杉若さんはだから逆になんか楽しんでる
ところもあるしね、その辺でなんかこの間のチェコの絵とか良かったもんね、なんかね。ただなんか漠然とっていうのが僕どうも好きちゃうみたいなんですよね。漠然とアピールも嫌いしね、ダメだよね。アピールされて引いてまうんですよね、性格悪いから頑張ってます頑張ってますっていうね、あそうっすかっていう感じでシューッと引いてしまうんですよね。楽しかった。努力を努力と感じない、ただ楽しんでるだけと感じられるのが才能だよねということは、それもなんかなんかまあ才能っていうか、なんかこうゲーム感覚となんか違うな、才能なんかな、まあそれよう言いますけどね、僕もそれもよう聞きますけど、だって好きなことやから普通やと思うんやけどちゃうんかな。好きと称してんのになんか悩んで書けませんとかっていうのが僕はないというのがそこなんですよ。だって好きやからな、まあ、悩んで書けませんだったらなんか旅出ようかなとかね、酒飲み行こうかなとかなんかね、そんな感じになっちゃうかな思いながら、悩んで書けへんってことはないもんな。そうやったら前やってみたいと思ったことこんなんあったなあんなんあったなって引き出しを引っ張り出してそれやっていくっていうだけの話なんでね。練習量も何もかも違ってくるでしょうねと。努力って言葉使ったことないかも。うわあ、ちえさんなんかそんな感じするわ僕は結構あります。野球やってたから、もうアホみたいに野球やってたから、もうあれはもうはっきり言うと、もう僕はピッチャーまでなれたの 100% 努力だけです。才能ゼロやったから。言われましたもん、少年野球の終わり一番最後の日に、小木曽はあんまりにも下手くそやったけど一番努力して一番伸びたなって言われたんですよ、小学校の時の少年野球の監督に。なんかまあそこはそこでなんかでももうそこをやめよう思ってたんですけどね、高校行ったらやめよう思ってたんですけど、で中学の先生にもお前をエースに最後の試合の前の日かなんかにバックネット裏でお前をちょっと最後明日の試合最後に投げさすっちゅうって言われて、なんでですかって言うたら、お前投げると試合が楽しいって言われた勝ち負けちゃうんやと思いました。明るかったし、僕はなんちゅうのガルベスみたいな感じでマウンド上誰もしてないですね、マウンド上で吠えまくってた中学生やったんで、遅い球でね、それだけの話なんですけどね。寝たんやことということでございました。この辺なんかもね、石畳とか皆さん書きたくなってくるでしょうしね、書いてもいいと思うんですけど、楽しいあれでした回でございました。いい質問やったと思いますよ。なんかもうなんかなんかこれを本当に自分のなんかここも足らんからこれをするための努力っていうのは絶対どんな業界でも必要やと思うし、もうね、もう天才すぎてそんなんもほっといても何もせずできるっていう人もおるんかもしれない。ホリエモンさんなんかそうかもしれないけど、さんまさんなんかもうね、ほんまにもう日常からもうお笑いやからまあね、ジミー大西さんに言うた名言っていうか、あれがね、なんか一人でも自分のこと笑ってくれてる人がおんやったら、自分のこと応援してくれてる人がおるんやったら続けろっていう言葉とかね、芸術とか笑いを金に換算すんなっていうね名言をね、ネットフリックスで見ましたけどその通りやなと思います藤本辰樹先生の漫画ルックバック、映画も先日見ましたが、漫画家を目指す女の子が上手くなりたいために死に物狂いで絵を描くシーンを思い出した。そうなんだ、ガルベスですよね、ガルベス得意な球種は何ですか？ションベンとか言うたかのか、ションベンカーブみたいな感じです。カーブでストライクが取れたストレートもインコースとかちゃんとめっちゃ遅かったですけどね。ということでございました。めっちゃ楽しかったです。ちょっと台風気をつけてくださいね。その放送でございます。
やっぱり見る視点が違うのですね。勉強になります。矢沢永吉さんも言ってました。今も昔もやるやつはやる、やらないやつはやらないと。それはそうですね。別にやってる人間はやらない人とあんま関わりたくないっていうか関わらないんですよね。でやってる者同士はそんな会話しないんですよね。これ分かります？やらない人に対してこう頑張れとかっていうことって学校の先生とかの仕事やったりするんですけど、僕それはっきりと言ってたんですよ。僕の仕事じゃないと。小学校中学校までやったらそうかもしれないけど、大学の先生の仕事がね、のだめカンタービレっていうのがあって、あそこの中で先生役のあの人西村雅彦さん、髪の毛のね若干弱々しい古畑任三郎に出てはったあの人かなんかが先生の役で言ってたんですよね。頑張らない人に頑張れというほど私はやる気のあるやる気のない人にやる気を出せというほどやる気がある教員ではないですって言ってたんですよ。僕もそれですって言ってましただって大学まで来てんやったらとかね、あとは自分でやりって話やんか。はいありがとうございました。終わります。久保さんもまだまだ気をつけてくださいね。あとこれからの地域の人、山口とか関西の方行きますけど気をつけてくださいね。自分のおじいちゃんとかが田んぼ見に行くとか言ったらもう足を引っ張ってでも止めてくださいね。いたかって言ってね。はい、終わります。お疲れした。土曜日待ってます。18時から24時までです。終了。